どうも、ベトナム在住の浮津です。今日もね、この下部いくつか細々としたことをやっていきたいと思います。まずここですね。グリップ太くなったんでね、だいたい大丈夫なんですけども、念のためね、ちょっとここに穴開けて皿ネジ入れておきたいと思います。皿ネジをね入れるんで、ちょっと頭の隠れる部分を作ります。あううう。タップでねネジ山切っていきます。これでねネジ止めすれば OK な気がします。いけるでしょう。ジャストですね。ほんのちょっと出てるからこいつをでこれね塩ビパイプなんで、塩ビパイプ用の接着剤使って、でグリップもねこれ普通 PVC 要は塩ビなんでね、これでうまくくっつくはずなんですよ。いいんじゃないかな。さあ次はこっちね。中に入れたパイプをねちょっと長くしすぎたんで奥まで入らないんですよ。なんで一回抜いてあら2日ほど置いたら抜けなくなっちゃった。接着はしてないんだがギャーエアガン出そう。エアガンでね抜いてきます。後ろに入れる、後ろというかなんだ、ここにつけるねパイプちょっと短くしてきました。これでね多分ちょうどいいんじゃないのかな。こっちはねもう接着なしでいきます。これでいいんじゃない？ちょうどでしょう。これはね同じの買ってきました。こいつねもう折れてタイラップ結束バンドでね留めてるんで交換です。入れてここがね折れちゃったんですよ。まあ同じ構造ですからねすぐ折れますけど、まあいけるでしょう。このウインカーね正直あんまりいい製品ではないんですよね。まあまあでも今回はこれの取り付けでやっていきますね。見えますかね。これで見れば形違うんですよね。うまくはまらないと。この前がもともとね古いやつも一緒だったんでねこんなことしてましたね。まあこれに関しては
もうここ切っちゃった方がいいんだろうなね。こんな感じでね。それで一番の問題はこいつですよ。線がね気を失いそうなぐらい細いんですよ。いつも使うバチンと簡単にね外せる被覆剥がすやつ使うとね中まで切れちゃうんです。だから注意深くねこうやって、あとはねなんせ導線が細いもんですから、これはね完全に折り曲げちゃうんですよ。でね、こいつ先かな。完全に根元から折った状態でね、本来導線だけを挟ますところもね被覆ごと、かしめちゃいます。こうすればねしっかりついてくれるし、中で折り曲げてるんでね、通電もするという感じですね。あとねこれ裏側ナットで留めてあったんですけども、ちょっとこの留め方良くないんでね、いいもの買ってきました。ちゃんとウインカー用のね、固定金具ですね。見てくださいよ、純正部品。もちろんホンダじゃないですこれもねもちろんというか、さらにゴムがちっちゃいんだな。まあいいや。使いたいのはこの部品ですよ。これもねあんまり良くはないんだけど、まあ裏側に当ててねネジ止め。ただここの作りがひどいんだな。一旦ボルト通しといた方が良さそうだな。カメラを置く位置のね関係上、ちょっとさっきお見せした反対側で取り付けします。これでこうや。両方ともね取り付けたんで、点灯確認やっていきます。まずは右、こっちね。あ、違うスイッチオン右 OK ですね。で左 OK。 さあ次はねこのアンドンの配線が切れたのも直していきます。こいつですね。これはねもうつなぐしかないんだよね。切れちゃったんでね、こいつはねなんせ根元に金具ついてるんで、もう別の配線でね、つなぐだけです。今回ね
こいつですね、ハンダ付き収縮チューブかな。これでつなぐだけです。ちょっと点灯確認ね。こうやってOK ですね。こいつは使えると。アンドンの取り付けですね。これで通せる。最後にね、ヘッドライト取り付けして今日は終わりにします。それじゃあね、確認です。キーをオンで、ポジションね。で、ロー。はい。OK ですね。よし。今日はねこれまでにします。それではまた。